はい、では、設営撤収が結構落ち着きましたので、今日のちょっとギア紹介をしていきたいと思います。まずテントですよね。最近購入してレビューもしているハイパーライトマウンテンギアのスプラッシュビビーになってます。で、本来はタープとかと一緒に使うのが推奨されてるんですけど、今回ビビーとして、お天気もいいのでそのまま単品で寝ようと思います。めっちゃいい感じですよね。幅もあるし、で、ここはガイロープはまた別のやつを普通に貼ってます。2本撮りで、トレッキングポールで貼ってると。横はこんな感じになってますね。中は河川キルト、河川の保温材みたいなのを入れてます。はい、中ちょっと開けましょうか。で、やっぱキルトじゃないや、ビビーだけで寝ますので、ここが結露したりとかって考えられると思うんですよね。だからせめて着る洋服自体は河川のものにしてます。本来は前使ったみたいにエンナイトイクップみたいな河川キルトとかだと相性いいと思うんですけど、濡れても大丈夫です。今日はちょっと軽量、山越えしてきたということで、なんとしても軽量したかったですね。で、これも最近僕がちょっといいなと思って、ラブの寝袋になってます。ちょっと高いんですけど、340g で0度までいけるということだったので、ちょっと今日 10g でいきますので、試していきたいと思います。で、足元に大和道のミニをザックを入れてます。はい、で、今日マットに関しては、こちらの、0g の、マットを使っていこうと思います。パタパタなのでエアマット、この前ラブのが1回で、穴開けしてしまうということがありましたので、基本的にはこいつをメインにして、寒かったらエアマットと併用していくという感じでしていきたいなと最近思ってます。ロングトレイルですね。金沢でちょっと連泊トレイルを考えているので、それのちょっと予行演習みたいなところあるんですけど、椅子にもなるしマットにもなると。で、寒い時期は耐えられない時はここにエアマットを追加すると、そういうイメージでいきたいと思います。チェア兼用って感じですね。はい。で、ライトスミスを使ってます。背もたれがあると、より居心地がいいということですね。はい。これ結構最近いい組み合わせかなと思ってます。で、これラブの寝袋戻るんですけど、ここに枕入れられるんで、ちょっと気に入ってます。はい。で、このラブ 340g で0度対応って今までなかなかなかったと思うんですよね。それこそ昔ナンガのミニマリズム、新モデルのミニマリズムじゃなくて旧のミニマリズムが超軽くて超高いやつあったんですよ。その昔めっちゃ狭くてちょっと使うの難しいみたいなのあったんですけど、これはなんでそんな軽いかっていうと、背中がですねもうないんですよ。だから寝袋と言いながらもほぼキルトです。これダウンキルトになってます。はい、ここにマットを付け加えると寝袋が背中はもうないに等しいんですね。なのでちょっとキルトみたいな使い方をするんですけど、マット今回を併用してちょっとやってみたいなと思います。はい、という感じですね。で、ランタンは38と能登応援復興モデルになってます。はい、能登で、こちらはですね、最近よく使ってるんですけど、ブルームーンファクトリーさんっていうところの石川県のガレージブランドさんになってて、これが 100g 切るテーブルになってます。で、これちょっとビニール袋外してないですね。はい、ちょっと恥ずかしい。後で外すと、とりあえず、カーボンランタンハンガーやってます。ペグで、刺すという風な感じですね。はい、これもちょっと石川県応援の意味を込めて石川県セットにしてます。で、これも石川県のキャンプメーカーさんが、コラボして作ってる能登応援モデルになってます。これですね。これはゴールセロになってるんですけどね。で、焚き火台はもう最近ですね、我らが中で一番盛り上がっているファイヤーブックですね。ファイヤーブックのミニチタになってます。もう何回か 1,2 回かな使っただけでももうすごいいい感じ色が出始めてますね。はい、で、ここが風防のリフレクターになってます。はい、今日ちょっとこれで試してみたいと思ってます。で、そのファイヤーブックミニに合わせたラクさんのミニラクですね。はい、到着しましたので合わせて使っていきたいと思ってます。で、カーボンレピア、これも 100g 切れますね。はい、でいう感じです。あとはタカニーとコラボ、タカニーコラボの、UL バッグですね。はい、とオフ会でもらったエコバッグ、これ結構なんやかんやで全部ざっくり入れられて、しかも軽いんで使えてますね。で、クッカー類、はい、おそみとさんの袋にクッカーが入ってます。今日エバニューのクッカーとかですね持ってきてます。はい、で、この中にスタッキングしてる感じです。はい、LT クッカー330と輪島塗りの、やつをやってます。で、今度山で大活躍しましたね。最近山に行くことが増えたので、これビーフフリーがめっちゃいいんですよね。
まあ、結構ですね、どんな、これ、ろ過してですね、フィルターをろ過して飲めるというものなんですね。はい。なので、ちょっとキャンプ場ってお水飲めるの飲めないの問題があるんですけど、最悪これフィルター通したら飲めますよというものになってます。ただちょっと味が薬品っぽい味あるので、気になる人は気になると思います。はい。でももう、僕すごい活用してますね。はい。あと、焚き火の付けセットっていう感じになってるという感じですね。はい。今日はそんな感じで、やっていきたいと思ってます。で、これでベースウェイト 5.7 です。はい。5点、やっぱりこいつが 180g しかないので、だいぶ軽くなりましたよね。うん。これが大体 5.7kg セットということです。はい。ただ着るものとかはもう0度対応ぐらいまでいけるようにしてるので、ちょっと冬でもなるべくこれでいけるんじゃないかなと思ってますので、オーバースペックなんじゃないかなというぐらいになってます。はい、結構快適ですね。で、あともう一個、じゃん、これちょっと新アイテムなんですけど、これはですね、ナイフなんですね。で、これも能登応援で最後の、今のところ能登応援、最後のアイテムが揃ったなっていう感じなんですけど、能登の、奥能登で、ちょっと被害に遭われてるんですけど、その鍛冶屋さんなんですね。めっちゃかっこよくないですか、これ。はい。で、能登の鍛冶屋さんでやってらっしゃる方が、そのキャンプ用の、幕開けでナイフを作りましたっていうのがつい最近あって、今でも多分やってるかな。ちょっとこれ、動画アップの時は終わってるかもしれないですけど、はい。ということで、創業すごくですね、老舗の鍛冶屋さんが作ったキャンプ用のナイフということで、フルタングではないんですけど、ちゃんと入って、ある程度ここまで入ってるということですね。はい。孫の代まで使えるということで、孫光っていう名前になってます。で、ここに名前を、オプションなんですけど、入れてもらえるので、PK 仕様になってますね。今日はこれをちょっと使い勝手みたいなのを試してみたいと思います。めっちゃかっこいい。はい、今日のギアはこんな感じでした。着火いきましたね、ナイフで。いや、今ですね、23時半ぐらいなんですけど、雨がまさかの降ってきてですね、このビビ、頭がメッシュ部分なので、めっちゃ今雨が入り込んできました。なので、この頭の部分のやつをちょっと移動させて、このナイロンのところに、今、全員ちょっと退避してます。頭を引っ込めて、そっち側の中に入り込んでます。いや、焦ったぜ。そんな大振りじゃないんで多分いけると思います。はい、おはようございます。TK キャンプです。いや、夜中にですね、まさかの雨が降るという事態が起きまして、天気予報ではですね、雨マークなかったんですけど、急遽雨になってしまいまして、でですね、もうご覧の通りメッシュなので、雨がもうめっちゃ防ぐ手段なかったんですね。今回タープ持ってこなかったんで、思い切って。なので、ここがこの通りですね、めっちゃ濡れてるんですけど、このナイロンのところは、意外と結構強めの雨だったんですけど、結露はしてますが、浸水もなくてですね、風もめっちゃ強いんですけど、なんとかやれています。このナイロンの部分にもうめちゃめちゃ引っ込んでですね、もう荷物とかもこっちに持ってきてですね、はい、避難させています。なんとかいけましたね。で、今気温が10度で風速4とかなんですね。だから体感的に6度なんですけど、6度ぐらいなんですけど、なんとかいけました。でもやっぱちょっと結露するんで、ダウンがねちょっと雨で濡れちゃってるんで、保温力が若干下がったなっていう感じです。あとこのハイパーライトマウンテンには分かりますかね、やっぱ風でね、やっぱちょっと押されるんですよね。ここに特にガイラインとかで引っ張れるとかないので、風速4とかあるとこんな感じで結構包まれるような、はい、感じになってますね。それでも何回か起きましたけど、今5時半ぐらいですけど、朝乗り切れましたね。全く寝れないってことはなかったです。はい、この寝袋も結構暖かくてね、よかった。0度対応なんで基本的には問題なかったと思います。はい、朝はこんな感じでした。もうとにかく爆風ですね。はい、もうなんか東映みたいになってます、琵琶湖が。
できたかな。うわうまそう。はい、じゃあちょっといただきたいと思います。